こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は6月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと6月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。バルダーズゲート&バルダーズゲート2エンハンスドエディション6月5日からゲームパスに対応しています。Day1 タイトルではないのでゲームパススタンダードでも遊べます。1999年と2001年に PC でリリースされたバルダーズゲート1と2のリマスター版、テーブルトーク RPG のダンジョン&ドラゴンズを元にした作品ですね。本作は1の方は日本語に対応していますが、一部未対応の場面も見受けられます。2の方に関しては全編日本語未対応となっています。ウォーハンマー 40K スペースマリーンマスタークラフテッドエディション6月10日発売日初日からゲームパスに対応します。2011年に Xbox 360でリリースされた同作のリマスター版ですね。リマスターにあたって 4K 化やテクスチャの向上、キャラクターモデルの改善に操作方法とインターフェースの刷新、オーディオリマスターなど様々なアップデートが施されています。ちなみに今回のリマスター版の販売はセガが担当。今はなきサイバーフロントが販売を手掛けた360版は日本語に対応していましたが、今回のリマスター版は Steam の方では日本語未対応と記載されています。本作に関してはセガが日本向けのリリースに向けて動いてくれるかどうかですね。現時点では日本でもゲームパスに対応するかどうかは不明です。おそらく海外のみになるかと思います。バービープロジェクトフレンドシップ6月11日からゲームパスに対応します。Day1 タイトルではないのでゲームパススタンダードでも遊べます。バービーになってこの世界の様々なロケーションを探索しトラブルを解決していくバービーアドベンチャーゲームです。様々なクエストやミニゲームを楽しめる他にも衣装やアクセサリーでバービーをカスタマイズしていくこともできます。EA スポーツ FC25 6月12日からゲームパスアルティメットに対応します。昨年10月にリリースされたサッカーゲームシリーズの最新作ですね。本作からの新要素として、ボールを持っていない時の選手の動きを制御できるようになっていて、チーム全体の動きをコントロールすることが可能に。さらにゴールキーパーにも様々な特徴が加えられていて、いろんなプレイスタイルが用意されているとのことです。オルターズ6月13日発売日初日からゲームパスに対応します。数日に一度の日の出が大地を焼き尽くしてしまう過酷な惑星を舞台にしたサバイバルアドベンチャーゲームです。本作では一人だけで生き残ったサービスエンジニアのヤン・ドルスキとしてこの惑星を探索していくこととなります。最大の特徴となるのは様々な別の世界線の自分を召喚し複数の自分自身と協力が行えるという点。しかし全員もともとは同じ人間だったとしてもそれまでに生きてきた人生が異なるので一人一人性格や思想が異なります。さらには食料不足や危機的状況の中であるため自分たち同士での衝突や争いが起きてしまうこともあるとのことです。すごくドラえもんで見たことがあるような感じのお話でいいですね。触れるのを楽しみにしています。FBC ファイアーブレイク6月17日発売日初日からゲームパスに対応します。アランウェイクやクォンタムブレイクなどでおなじみのレメディエンターテインメントが手掛ける最新作。本作は超能力アクションゲームコントロールのスピンオフ作品となるオンライン3人協力プレイに対応した PVE シューターとなっています。電力の管理に長けているクラスや修理と技術に特化したクラス、それに他のプレイヤーをサポートするクラスなどが存在し、何人でうまく連携をして強力な敵たちを倒し先へと進めていくチームワークが大切な作品になっているとのことです。チーム内で復活できる回数にも限りがあるようですね。私 L4D が大好きなのでこうした協力系の FPS の新作は期待しちゃいますね。ゲームパスとの相性もいいと思いますし触れるのが楽しみです。クラッシュバンディクー4とんでもマルチバース6月17日からゲームパスに対応します。Day1 タイトルではないのでゲームパススタンダードでも遊べます。2020年に発売されたクラッシュナンバリングタイトルの最新作ですね。
私、クラッシュシリーズ大好きなので、今作も発売時にプレイしたんですけど、クラッシュ4はね、本気で難しいです。これまで様々なゲームを遊んできた中でも、屈指の超高難易度アクションゲームだと私は思っています。でも、めちゃくちゃ面白くて、ものすごく完成度の高い名作です。もともとのクラッシュシリーズって1が難しくて、その後2、3と続編が出るたびに難易度が優しく、誰にでも遊びやすいような作品となっていったのですが、今作の4は原点回帰をテーマとしているのもあって、1っぽい流れや作り、そして鬼畜ともいえる難易度も継承して作られた作品となっています。4K60fps に対応していて、映像は美しく、操作性も良好です。何度も挑戦し、難しいステージをクリアする達成感が本当に素晴らしい作品なので、高難易度アクションゲーム好きって方はぜひ触ってみてください。また、クラッシュ1、2、3のリメイク版も現在ゲームパスでプレイ可能です。こちらも非常に完成度が高い名作ですし、2や3はかなり優しめな難易度なので、難しいのは苦手という方はこちらから触ってみてほしいです。ロストインランダムザ・エターナルダイ6月18日発売日初日からゲームパスに対応します。ゴシック調のおとぎ話のような世界観で作られた作品です。2021年にリリースされたロストインランダムのスピンオフ作品ですね。前作の方はストーリー重視の 3D アクションゲームでしたが、最新作は見下ろし視点でランダムに生成されるダンジョンを攻略していくペースの速いローグライトゲームへと変化しています。随分ゲーム性が変わったなぁと感じますね。なお、前作の方も現在ゲームパスアルティメットで遊ぶことができるので、リプレイで気になる方は触ってみてはいかがでしょうか。ゼンレスゾーン0、6月6日発売です。こちらは基本プレイ無料のタイトルですが、ゲームパスアルティメットの加入者向けに継続的なゲーム内アイテムの配布が行われます。受け取れるアイテムの一覧はこちら。こちらはバージョンアップのたびにゲームにログインすることで受け取ることが可能です。本作はパリーやジャスト回避、コンボなどを駆使したハイスピードで爽快なバトルを楽しむことができる都市ファンタジー RPG です。Xbox 版では 4K60fps に対応する他にも、操作は Xbox コントローラー用に最適化され、クイックレジューム機能にも対応。また、クロスプログレッションに対応し、異なるデバイス間でシームレスに進行状況を引き継ぐことも可能とのことです。また、クラウドゲーミングにも対応し、ゲームパスアルティメット加入者の方は、クラウドでのプレイも可能となっています。いよいよ Xbox で全ゼロが遊べますね。ここからは6月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。ローリングヒルズメイク寿司メイクフレンズ、追加から1年で終了です。可愛すぎる最新のお寿司ロボットとしてお寿司屋さんの経営を行うスローライフゲーム。お寿司ロボットの夢は有名シェフになること。今作は市場で新鮮な材料を入手したり、レシピを集めたりすることでお客様の要望に応え、様々なお寿司やスイーツなどを提供していく作品となっています。結構まったりと気楽に遊べる作りですよ。依存層、追加から1年で終了となります。最大40人のオンライン対戦を楽しむことができる FPS ゲーム。1915年よりイタリア軍とオーストリア軍の間で勃発した依存との戦いを再現していて、山岳戦から市街戦に至るまで当時の30種類以上の銃や鉄線や土のうの設置による陣地作り、致命的な毒ガス攻撃などを用いて戦うことができます。君の街サンドロック、追加から1年で終了となります。今作では荒れ果てた砂漠の街を舞台に作業場を整備したりしながら街を変えていくことになります。広大な砂漠を探索してダンジョンに潜り、旧世界の遺物を探し出したりできる他にも、モンスターやロボット、同族などとの戦闘の要素も用意されています。ヒプノスペースアウトロー、追加から2年で終了です。90年代のインターネットを再現したシミュレーターゲーム。当時を再現したようなウェブサイトをクリックしていき、ウイルスや広告などに注意しながら規約違反を犯しているものを見つけ出していくといったゲーム内容となっています。ただ今作は日本語には未対応となっています。ドル導入、
追加から2年で終了です。田舎にある亡くなった祖母の家を訪れ、幼い頃に祖母と一緒に過ごした記憶をたどっていくという内容のアドベンチャーゲームです。水彩画風のグラフィックで表現された美しい景色を撮影したり、録音したりして、幼少時代の夏のひとときの日記を作っていく中で、過去の思い出を楽しむようなゲームとなっています。私のプレイでクリアまで3時間ほどとコンパクトなボリュームで楽しめる作品だったので、気になる方は触ってみてはいかがでしょうか。日本語字幕だけでなく日本語音声にも対応していますよ。また、図書館に保管された物語の中から好きな世界を選んで探索することができる RPG のリパーソナライゼーションと見下ろし視点の 2D サンドボックス RPG のケプラースの2作も終了となります。この2作は Xbox では未発売のため PC ゲームパスのみに対応しています。ということで今回は6月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと6月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。